みんな、ずんだもんなのだ。今日はとっても素敵な場所へみんなを連れて行っちゃうのだ。今回ずんだもんが紹介するのは、世界で5番目に小さい国、サンマリノなのだ。そしてみんな聞いて驚くのだ。サンマリノには、国のトップがなんと2人もいて、しかも任期はたったの半年で、年に2回もリーダーが交代するらしいのだ。すごいシステムなのだ。今日はそんなサンマリノに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。リミニの海岸沿いレストランで連続窃盗、37年男を逮捕という記事なのだ。なんとリミニの海岸沿いのレストランで連続窃盗事件が起きて、犯人の一人とされる男が逮捕されたらしいのだ。まだ逃走中の共犯者がいるらしくて、一体何があったのか、ずんだもんも気になるのだ。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは早速、サンマリノの魅力とニュースを一緒に見ていくのだ。皆さん、イタリア半島に抱かれた小さな国、サンマリノをご存知なのだ。アペニン山脈のティターノ山に位置し、首都もサンマリノ市なのだ。その歴史は紀元301年にまで遡り、なんと世界で最も古い共和国なのだ。わずか約3万4千人の人口ながら、2人の執政が半年交代で元首を務めるという、とてもユニークな政治体制で独立を守り続けてきたのだ。主要産業は、世界遺産にも登録されている美しい歴史地区を巡る観光なのだ。ティターノ山からの絶景は本当に素晴らしいのだ。また、切手やワイン、陶器、伝統工芸品なども人気で、免税ショッピングも楽しめるのだ。古くからの伝統と自由を愛する精神が、今も色濃く息づいているのだ。独自の文化と歴史を持つ、まさに小さな宝石のような国、サンマリノ。最近では、国際社会での独自の立場や、コロナ禍でのユニークな取り組みでも話題になった国なのだ。魅力あふれるサンマリノに、ぜひ訪れてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。16時33分、共和国大通りで重大事故。24歳と19歳の若者2人、横断歩道ではねられる。という記事なのだ。リミニの共和国通りで大変な交通事故があったのだ。今日のお昼頃、24歳と19歳の若い外国人の男の子2人が横断歩道を渡っていたところ、ステーションワゴンにはねられてしまったのだ。2人はなんと10メートルも吹き飛ばされたって聞いているのだ。すぐに救急車が2台とドクターヘリが駆けつけて、警察官さんも現場を調べて、道路はしばらく通行止めになったのだ。特に24歳の子が重傷で、ヘリコプターでチェゼーナの病院に運ばれたのだ。19歳の子はそこまでひどくなくて、少し安心したのだ。2人は学校帰りか、バーに行こうとしていたところだったらしいのだ。これはかわいそうな事故なのだ。みんなも気をつけるのだ。2つ目のニュースなのだ。サンマリノ RTV で6年間ディレクターを務めたミケーレ・マンジアフィコ氏が死去という記事なのだ。ミケーレ・マンジャフィコさんが84歳で亡くなったのだ。ジャーナリズム界にとってはとても悲しいニュースなのだ。彼はイタリアの有名テレビ局テグニで人気の司会者として活躍し、2002年から2008年にはサンマリノ RTV のディレクターも務めていたのだ。シラクサ出身で、カターニャ大学卒業後にローマへ移り、イタリアの公共放送 RAI で長いキャリアを築いたのだ。テグニでは、カパーチの虐殺のような重要な事件を深掘りする特別番組、ペガソも担当していたのだ。2002年にサンマリノの国営テレビのディレクターに就任し、2005年には、聖アガタ騎士団コメンダトーレという名誉ある称号も授与されているのだ。奥さんのアドリアーナさんと、マーラさん、マウロさんという2人の子供さんがいるのだ。サンマリノ RTV はご家族に心からお悔やみを伝えているのだ。3つ目のニュースなのだ。リミニの海岸沿いレストランで連続窃盗、37年男を逮捕という記事なのだ。リミニの海岸沿いのレストランで
37歳の男が連続窃盗容疑で逮捕されたのだ。共犯者はまだ逃走中なのだ。男は11月7日の夜、共犯者とレストラン2軒に侵入を試みたけれど、アラームが鳴り何も盗めなかったのだ。警察の捜査で、テントを切り窓を割って侵入したことが判明したのだ。防犯カメラにはナイフを持った男と現場の血痕が映っていたのだ。廃墟で見つかった男は、現場の傷跡と一致する怪我があったのだ。前科のある北アフリカ出身の男で、犯行に使われたナイフも所持していたのだ。他の3件の類似窃盗や、マンホール蓋を使った窃盗未遂にも関与が疑われているのだ。男はリミニの刑務所に収容されたけれど、共犯者の捜索は続いているのだ。美しいサンマリノだけど、悲しい事故や不法、犯罪のニュースもあったのだ。みんなも気をつけて安全に過ごしてほしいのだ。ジャーナリズムが伝える真実に耳を傾け、自由を愛するサンマリノのように、平和な世界を目指していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。